常にこうね、私はすごい、私は成功してる、で、私の旦那はこんなんで、この前海外旅行でこんなんで、自分の息子はこんなんでっていう自分語りがものすごく多い。私はこうね、周りからとにかく評価されたいし、すごいって言ってもらいたいし、褒めてもらいたいっていうのがものすごく強い人なんです。こんにちは。心理療法、それから音楽療法家の浜翔子と橋本翔太です。今日お話ししたいことは、自己愛性パーソナリティ障害。昔は自己愛性人格障害なんていうふうに呼ばれてました。これについてね、解説をしていきます。そして、自己愛性パーソナリティ障害の人にはどういうふうに接していったらいいかっていうことと、あとね、障害までいかなくても誰もがその自己愛の問題って抱えているので、それをどんなふうに解決していったらいいかっていうお話もしていきたいと思います。まず自己愛なんですが、自己愛って言葉はですね、精神分析の専門用語なんですね。で、英語に訳すとナルシシズムっていうことになります。つまりはナルシシズムを、日本語に訳すとそのうぬぼれとか自己陶酔っていうようなことになってくるんですが、要はですね、自分で自分を愛するっていうことがうまくできなくて、それによって問題を抱えている状態が自己愛の問題を抱えている状態だと思ってください。でね、自分を愛することっていうのは絶対に必要で、誰もがその自分を愛するこの自己愛っていうのは必ず持ってます。だから自己愛、自分を愛することが悪いことではないんですよ。で、むしろちゃんと自分を愛することができるようにならないといけない。愛するっていうのは言い方を変えると、自分を受け入れるってことですね。受け入れられるようにならなきゃいけない。その状態がベストです。で、自己愛の問題を抱えている人っていうのは、自分を愛する、自分を受け入れるっていう時に条件付きなんです。言い方を変えると、本当の意味で自分を受け入れるとか自分を愛するっていうのは、ダメな自分もできない自分もかっこ悪い自分も腹黒い自分も、そういうマイナスの部分、ネガティブな部分、ダメな部分、できない部分もちゃんと受け入れる。これも自分だよね。こんな自分もちゃんと受け入れて、そんな自分を愛する、大切にするっていうのが正しい自分を愛するということ、自分を受け入れるということで、いい形の自己愛っていうことなんですよね。ところが、この自己愛の問題を抱えている人っていうのは、このね、ダメな自分とかできない自分っていう部分を絶対に認めたくなくて、できてる自分、素晴らしい自分ともすると、実際の自分の現実の自分の像よりも、理想の像、自分の中での理想像があって、そういう理想に近づいている自分とか理想の状態になった自分だけ愛することができるっていう状態なんです。つまりこのダメな自分は絶対に愛せないし、認めたくないし、受け入れたくないっていう状態です。できてる自分、結果を出してる自分、成功してる自分をだけ愛することができるっていう状態です。で、かつ問題なのがもう一個あって、自分を自分で愛せない代わりに他人から愛してもらおうとします。つまり評価とか評判とか誰かから褒めてもらうことっていうのがものすごく大事で、そこにすごく執着します。だから周りからとにかく評価されたいし、すごいって言ってもらいたいし、褒めてもらいたいっていうのがものすごく強い人なんです。これが自己愛の問題を抱えた状態ね。で、パーソナリティ障害についてもちょっとここで説明したいと思います。パーソナリティ障害、人格障害なんて言われていて、自己愛性パーソナリティ障害とか、あるいはね、境界例って言われるね、境界性パーソナリティ障害とか、いろんなものがあるんですけども、じゃあパーソナリティ障害って一体何なんだろうかってことなんですけども、これはその人の性格、我々人間ってみんなそれぞれ個性があって性格があって、それは当たり前じゃないですか。ところがその性格で、誰もがね、その性格ってぴったり合う人もいれば合わない人もいて、その中でこの世の中ですり合わせてね、お互い生きていくわけじゃないですか。だから合わない人もいて当然だし、合う人もいて当然な状態なわけです。ところがパーソナリティ障害っていうのはですね、その人の性格がその平均的な場所よりも逸脱していて、社会生活を送る上で問題が生じてしまう
あるいは他者との人間関係において相手を著しく傷つけてしまうとか、相手との人間関係をうまく築けない、それによって相手も他者も困るし自分も困っている状態、それによって社会生活に支障が起きてしまっているような状態。つまり単純に性格が悪いとかそういうことじゃないんです。そもそも性格がいいとか悪いとかっていうのは、A さんから見たら B さんは性格が悪い人かもしれないけど、 C さんから見たら B さんは性格がいい人かもしれないっていうくらい、そのいいとか悪いって他人の価値基準によって違うじゃないですか。だから性格がいいとか悪いとかじゃないんですよ。社会生活において実害がある、現実的に問題が生じている日常生活、社会生活、その人が生きていく上でその人の性格によって問題が生じているっていう場合に、このパーソナリティ障害という名前がつきます。でね、この自己愛の自己愛性パーソナリティ障害もそうですし、他のパーソナリティ障害もそうなんですけども、実際に心療内科とか精神科とかでこの病名をいきなりつけられるってことはまずないです。ないと思います。なぜかというとですね、まずこのパーソナリティ障害っていうのは保険での治療が適用されないんですよ。でやっぱりね、病院に行ったらちゃんと診察をね、保険で治療ができるようにドクターは保険が下りるための名前、症状をやっぱりカルテに書くんですよ。なのでこの人格障害だけ、パーソナリティ障害だけをいきなりカルテに書かれるってことはないです。必ず、うつとか、パニックとか気分障害なんていうふうに保険が適用されるような病名がまず書かれます。その上で診察が進んでいく上で投薬なんかをねしてもなかなか良くならないっていう場合に、このパーソナリティ障害のね疑いがあるっていう方向に進んでいくんですけれども、それでもドクターはね、あんまりこの人格障害、パーソナリティ障害の診断名をつけたがらない人が多いと私は感じています。なぜかというとですね、パーソナリティ障害に詳しいドクターってすごく少ないんですよね。で、実際に治療法が確立してないんです。どうしても精神科で治療を受けるっていうのは投薬がメインになるんですよね。だからパーソナリティ障害って診断されても、自己愛性パーソナリティ障害って診断されても、投薬されるものっていうのは結局抗うつ剤だったりとか、抗不安剤だったりとか、精神安定をね促すような投薬になってしまって、結局そのパーソナリティ障害の治療と、うつとかパニックとかその他のね病理の治療でも薬がすごく違うとかっていうわけじゃないんですよ。で、実際にそのガイドラインもはっきりしているわけじゃないので、パーソナリティ障害をっていう名前をね付けたがらないドクターが多いです。で、実際そう名前つけても治療法がないからで、それは専門に扱っているドクターもすごく少ないので、実際に病院であなたは自己愛性パーソナリティ障害ですねっていうふうにはっきり言われるってことはもうほとんどないと思いますね。よっぽどその専門のドクターに会いに行かない限りはなかなかないなっていうふうには思います。でね、治療なんですけども、このねパーソナリティ障害の場合には一般的にはですね、その心療内科とか精神科の中でもし何か治療を受けるってことになると、臨床心理士による、カウンセリング心理療法、つまりやることは認知行動療法なんですけども、認知行動療法がメインになってくるなってことにはなっています。ただそれはもちろん当然自費ですね。保険ではカバーされないと。だからなかなかこのパーソナリティ障害って難しくて、結局できることっていうのは実はカウンセリングとか心理療法、心理セッションによって解決していくっていうのがメインにはなってくるんです。ただ自己愛の問題を抱えている方っていうのは本人は絶対そのダメな自分を認めたくないので治療に来るっていうことはまずないです。まずないんです。だからこの動画を見てるってこともほぼないと思います。本人が自己愛の問題によって困ってしまったり、あるいは自己愛の人ってどんどん成功とか周りからね称賛してもらうために頑張り続けるんですけど、やっぱり人間必ず挫折もあるし、うまくいかない時もありますよね。そのうまくいかない時にこの自己愛の人ってダメな自分を目の前に突きつけられるわけですから、ここでもう死にたくなったりひどいうつ病になったりする場合があるんです。だからこの自己愛性パーソナリティ障害を抱えている人が
つまずいた時にね、うまくいかなかった時にうつ病などを発症して、そのうつ病で病院とつながる、治療とつながるっていうことはあると思うんですけども、自己愛性パーソナリティ障害だけの場合は本人が困ってないし、まず受け入れないので、なかなか治療につながらないです。自己愛性パーソナリティ障害だけで何か病院に行くっていう方はね、まずいないと思ってください。はい、で、自己愛性パーソナリティ障害は何が問題なのかってことなんですけど、前半の説明に戻るんですが、結局自分で自分を愛せない、自分のダメなところもできないところもそのまま受け入れるってことができないので、とにかく周りの称賛を得ようとします。ですから見てみてちゃん、見てみてくんが多いんですよね。で、パッと見見た目も好印象の人が多いです。第一印象、そして人柄も第一印象はいい人が多いです。なんでかっていうと、それはだから美男美女が多いってわけじゃなくて、やっぱりその見せ方をね、すごく研究してるし、他人の称賛が欲しいからセルフプロデュースに長けてるんですよ。だから生まれ持って美男美女とかじゃなくて、髪型とかファッションとかメイクとか服装とかによっていくらでも変わるじゃないですか。見た目の印象とかってね。で、そういう自己愛の強い人っていうのは、周りからとにかく見てほしいし、愛されたいし、称賛を得たいので、セルフプロデュースに長けてます。ですから、顔のね、造形が美しいとかスタイルがいいとかっていうことだけじゃなくて、パッと見の印象が、この人綺麗だなとか、この人かっこいいな、素敵だなって人が多い傾向にありますし、第一印象の人柄も人に気に入ってもらえるように、無意識なんですけどね、振る舞ってくる人が多いです。だから一番最初はね、好印象を抱く場合が多いし、ちょっとね、カリスマ的っていうかね、人を引きつける力を持っている人が多いです。だからそのくらい自己愛の人って他人から称賛されることが全てなんですよ。もう周りを蹴落として、他の人たちからすごいって褒めてもらうことが全て、それがもう生きていく糧であり、自分の生存理由につながっているので、とにかく自分を周りからよく見せるっていうのはすごく上手です。で、実際ね、努力もする人がすごく多いです。だから結構ワンマンでね、成功しちゃうようなタイプの人も多いんですが、要はね、自分を愛してもらうことが一番大事で、相手はどうでもいいっていうのが、自己愛の人の特徴なんですよね。パーソナリティ障害っていうこの障害がついちゃうくらいの人になってくると、とにかくもうね、俺を称賛しろと、お前のことは知るかっていうスタンスで、つまり人間関係が常に上下関係でつながってます。はい、ですから自己愛性パーソナリティ障害の上司なんかを持ったりするとね、すごく大変で、結局部下としてね、あるいは同僚としてもね、会社を良くしていきたいとか、いい仕事をしたいと思って意見を言ったりとかしてもですね、この自己愛の上司あるいは同僚はもう自分が正しいっていうのはすごくあるし、誰かの意見を聞き受け入れるってことはね、この人にとって負けることなんですよ。物事をね、勝ち負けで捉える傾向があって、負けるっていうのは自分のダメなとことか、要は人に見せたくないし、自分も受け入れたくない、自分の負の部分を突きつけられるってこととつながっちゃうんですよね。単純に仕事を良くしていきたいから、こういうやり方もありますよねとか、こういう意見がどうですかっていうふうに相手に言っても、この自己愛が強い人っていうのは、なんだ俺の意見が気に入らないのかってなって、俺の意見が気に入らないイコール俺が気に入らないんだなってなる。つまりそこでもうこの人が敵になってしまって、この人を攻撃し始めます。勝ち負けだから何が何でも勝とうとするんですね。だからこういう人が上司とかになってしまうと、そもそも意見を言うとかすり合わせるとかってことがもうそもそも不可能になってきてしまいます。このね、自己愛の人ってね、イエスマンが欲しいんですよ。すごいですね、素晴らしいですね、うわーって言って自分を常に褒めて称賛してくれる人が欲しいだけなんです。
それがこの人にとっての生きがいだし、自分自身の存在を認めることなんですよね。自分で自分自身の存在に OK を出すことができないっていう状態です。で、こういう人はね、結構ね、DV 夫なんかでもすごく多いんですよね。DV 夫なんかの特徴としても、結婚するまではすごく彼女に優しくて大事にしてくれて、もうお姫様みたいに扱ってくれて、ところが結婚してもう俺のものになったなってなった途端に態度が表現していく。つまりなんかもう召使い、もう奥さんがもう召使いの状態なんですよね。で、俺を褒めそやせ、俺が一番だっていうことで、そのうち暴力的なことも絡んできてっていうような展開になっていきがちだし、あとは自己愛の強い人っていうのはね、その浮気も結構しがちで、なんでかっていうと奥さんだけじゃ物足りないんです。他の女性とかね、他の異性にモテるっていうのは、つまりこの人を受け入れてもらう、この人が受け入れてもらえるとか、相手から称賛されてるっていうことになるわけですよ。恋愛状態で向こうが近づいてくるとか、好きって言われるとかっていうのは、この人にとってはものすごい、自分が承認されてる状態なんですよね。だから奥さんだけじゃ飽き足らずに、自分を承認してくれる人を常に探すし欲します。ですから浮気もしやすいっていう傾向があると。とにかくあらゆる手段を使って自分を称賛して、私を見てっていうのがすごく強いっていう傾向にあります。でね、例えばインターネット上なんかでも、最近はインスタ映えっていうなんだかでしょうね、インスタ映えを批判するような流れがあるから、ちょっと流れも昔よりは変わりましたけども、必要以上にブランドバッグを見せてみたりとか、自分がいい場所に住んでるってアピールをしてみたりとか、さりげなくね、外車だってことが分かるように、その車のエンブレムが入るように写真を撮ってみたりなんとかね、あとその海外旅行でいる時に常にこのビジネスクラスだかファーストクラスに乗ってる写真をアップしてみるみたいな人も、自己愛の傾向が強いですね。とにかく称賛が欲しいんです。とにかく称賛が欲しい。承認欲求っていうのは誰にでもあるんです。誰にでもあっていいんです。ところが承認されないと、もう自分が生きていてはいけないような感じがするくらい、他人から認められたい、他人の称賛が欲しいっていう状態が、この自己愛の問題を抱えている人の状態なんです。だから最近はそういうね、無駄にキラキラして見せようとする人って減ってきてますけれども、 SNS 上とかでそういうもう私を見て私すごいでしょっていうようなアピールがずっと続いてる人っていうのは、結構やばいな、これ地雷だなと思った方がいいですね。それはたまの旅行にね、ちょっといい席になったとか、なんかやっとブランド物を変えて嬉しいとか、そのぐらいならいいと思うんですけども、自分を大きく見せようとするのも自己愛の人の特徴で、等身大の自分がつまり受け入れられないんですよ。で、この等身大の自分は私じゃないと思ってるわけです。こんなのは私じゃない。もっと理想の周りからすごいって言われる、素敵って言われる自分っていうのがその人の中にあって、そこに近づこうとするので、結構ね、嘘をついてまでも偽りの大きな自分を作って、それを相手に見せてすごいって言ってもらいたいっていうようなタイプの人が多いです。そしてそれを批判するようなことがあったもんには、ものすごい攻撃されます。でもそれっていうのは、弱い犬ほどよく吠えるじゃないんですけど、そうやって相手に噛みついて相手を攻撃することによって、その自分を守ってるんですよね。自分を守ってるっていうのは、本当は分かってるんです。自分の本来の自分っていうのはこのくらいしかなくて、ちっぽけな自分で、ダメな自分で、できない自分で、腹黒い自分がそこにいるんですよ。でもそこを絶対に受け入れたくないし、受け入れてしまったらもうそれは死ぬくらいのことにつながってるので、そこは決して受け入れたくないんですよね。だからそこを刺激してくる人間は絶対に許さないってことで攻撃してきます。だからいつの間にかね、人間関係がね、勝ち負けになっちゃうんですよ。先日私もね、ちょっと制作関係で
ちょっとね制作したものに対してちょっとねその使われ方、その作品に対しての使われ方でちょっとね自分の中で最初の話と違うし納得がいかないことがあったので、ちょっと話し合いをしたことがあったんですけども、それに対してですね相手の方がなんかねすごい怒ってしまって、で私はそんなに何かなんでしょうね、大きく変えてくれとかこうしてくれって欲求言ってるわけじゃなくて、お互いのその落とし合いの場所を見つけたくて、ただ現状だと私はこれは嫌なんですよってことを相手に伝えて、その上でお互いの落としどころを見つけようと思ったんですけども、相手がもうですねそこで激高してしまって、でこの人結構自己愛抱えてるな、問題抱えてるなと思ったのが、私は橋本さんに負けたくないんですって言われたんですよ。で、話の内容は全然勝ち負けじゃないんですよね。勝ち負けじゃない。ところが、その人の中では、もう勝ち負けになっちゃってるんだなって、その時に思って、でも勝ち負けになっちゃう人っていうのはやっぱり自己愛の傾向があるので、そっか、前からそんな気はしてたけども、ちょっとやっぱりな、自己愛の問題があるんだなって思いました。もうね、後半しきりに勝ち負けの話になってて、最後は落としどころを見つけてお互いね笑って会話を終了したんですけど、それでも笑いながら、私は橋本さんに絶対勝ちますからね、私はハモ賞を超えてみせますからねみたいなことを言われてしまって、なんでそんなに勝ち負けになっちゃうのかなっていうふうに思ったことがありました。だから結構皆さんの周りにもこの自己愛の問題を抱えている人っていうのはやっぱりいますね。だからこっちの意見とかこうしたいとかっていうね、自分のこちら側の意思を伝えたり意見を言った時にですね、ものすごくそこに噛みついてきたり受け入れなかったり、あるいは明らかにこちら側が問題があるのにそれを認めない人、あとね謝らない人、謝れない人もやっぱりね自己愛の傾向、問題抱えている場合がすごく多いですね。要はね、この人たちっていうのは謝ったら負けなんですよ。謝るっていうことは自分の非を受け入れる。自分の非っていうのはそのダメな自分、できない自分とかで無力な自分っていうね、その自分が見たくない場所で、そこはその人は愛せないわけですよ。受け入れられないわけです。だから謝るっていうのはそこを認めて受け入れるっていう作業なので、自己愛の問題を抱えている人にとってはですね、謝るっていうのはもう絶対したくないことなんです。だから謝れない人っていうのも結構危ないです。そういう意味ではですね、私も昔ねイベントをやることがあって、ちょっとね大きなイベントをやることがあって、でそのイベントのサポートとしてね、外部から手伝ってくれる方がいて、その方と一緒にちょっとイベントを進めた時があったんですよ。で第一印象はねやっぱり感じもいいし、見た目もきちんとしてるし全く問題はなかったんですが、一個ねちょっと気になることがあって、必要以上に丁寧だなと思ったんです。なんでこの人こんなに丁寧なのかな、ちょっと丁寧すぎるなっていう感覚があって、でもねそんなちょっと気になるくらいで何か問題があるわけじゃないし、仕事もね滞りなく進めてもらってたので、だから自己愛の強い人っていうのはダメな自分を感じたくないので、すごい一生懸命頑張る方が多いんですよ。だから仕事なんかでも結果を出す方がすごく多いです。なんでかというと、結果を出したらやっぱり相手から称賛を得られる。で相手の称賛を得られるってことはこの人にとって生きるエネルギー、生きるモチベーションにつながるので、だからこそ頑張れちゃうんですよね。だからそういう意味では滞りなく進んでたんですけども、だんだんねイベントを通して関係性が近くなるにつれてだんだん私の話に対して聞き入れなくなってきたり、何か言った時にね明らかに怒ってるような、ムスッとしてるようなっていうのを感じるようになってきたんです、私が。でもそれはね私の中の問題でもあるかもしれない、私が何か勝手に反応しようだけかもしれないかもと思って、でも言いたいことは伝えたんですよ。何かあったんですかって、なんでそんなにイライラしてるんですかっていうふうに聞いてみるわけです。ただそうするとね、やっぱり自己愛の人って、いやそんな別にイライラしてないですけど逆に何なんですかみたいな感じで聞き返される場合が多いので、そんな形であんまり話し合いにならなかったんですよね。ただ自分の言いたいことは伝えてたと。である日
そのイベントの中でこの方がですね、ちょっとこういうことをしてみたいっていう意見を出してくれたんですね。で、それに対して、私は実は昔やったことがあって、それに対してね、問題が起きることが分かってたので、ちょっとね、そこを懸念してるので、これはちょっと今回はやらない方がいいと私は思うんですよねっていうふうに言ったらですね、その時にこの人がものすごい噛みついてきて、すごかったんですよ。でもちょっと待ってくださいと。これそもそもこの橋本翔太のイベントだし、サポートで入ってきてくれてる人で、そんなに思いがあるんだったら、あなたがそのなんかイベント開いてやればいいじゃないですかって、ここまで出たんですけど、でもまあ今まで頑張ってくれてるし、まあちょっとその意見を聞いてみようかなと。別に私イエスマンが欲しいわけじゃなくてね。で、昔私の時は失敗しちゃったけど、まあまあそんなに思いがあるんだったら、そのくらいその感情的になるってことは何かそれをやりたい理由、思いがあるんだろうから、じゃあそれいいですよ、やってみましょうっていうふうに私がね、今回その折れて、やってみるのもいいかなってその時素直に思えたんですね。ただ、こういう問題が私の時に発生しましたと。だからこれが起きないように、こういうことに気をつけてくださいね。それであればお願いしますってことでお願いしたんですね。で、結局、その問題が見事に起きて、私が伝えたことに対して何の対処もしてなかったんですよ。で、見事にその問題が起こったので、さすがにそれは私は怒って、あとお客さんに迷惑かかっちゃいますからね。だからそれはちょっとどうなんですかってことを伝えたんですけど、もうね、そこからもうすごくて、すごいなんかもう喧嘩腰みたいになってしまって、でね、ちょっとこれはお仕事にならないなということで、その方とはちょっと、お仕事をね、そこでもう終了させてもらったっていう経験があって、ただこれ後日談なんですけども、結局その方はですね、私だけじゃなくて、結構あちこちでバチバチとやってたみたいです。で、なんかみんな似たような印象をね、抱いてたようなんですよ。だから、その方は、私だけじゃなくて、今までの人生の中でそうやって、自己愛のね、問題がゆえに、相手とバチバチやって、なかなか人間関係とか仕事でうまくいってこない人なんだろうなっていうふうに、その時私は思いました。ただ、先ほども言いましたけども、自己愛の問題を抱えている人っていうのは、自分が正しいし、自分は負けてはいけないし、自分のダメなところを受け入れてるっていうのは絶対にできないことなので、もうね、周りの人間っていうのはね、なかなかできることがないんですよ。でね、じゃあその自己愛の問題を抱えている人とどういうふうに接していったらいいかっていうことなんですけども、ちょっとなんかまずいなって感じるはずなんです、途中で。で、そしたら離れられる人は距離を置いてください。別にそこで人間関係を切る必要はないんですけれども、深まったり近づけば近づくほど、この自己愛の問題を持っている人っていうのは本性を出してきて、こう上に立とうとします。そして相手をコントロールしようとしてきます。で、かつ要は対等な人間関係が築けないんですよ。だからこちらの何か思うところがあって意見を伝えたり思いを伝えたりすると、そこでもう怒ったりとか攻撃をしてくるっていうことが起きるので、もうね、距離を取るしかないです。本当に。いくら最初は印象がいいなとか魅力的だなって思ったとしても、あれちょっとおかしいなって思うとか、あとね、この人全然謝れないなとかね、とにかくね、様子がちょっとなんかちょっとあれすごいなんでこの人こんなに自分の正しさに固執するんだろうとか、意見のすり寄せ合いができないんだろうとかっていうふうに気づき始めたら、距離を置いてください。でね、こういう人ってやっぱカリスマ的なパワーを持ってる人が多いので、結構ね、なんかセミナー講師とか、あとスピリチュアル系なんかでも信者をね引き連れてるような人なんかに多いんですけれども、逆にそのね、自己愛がバリバリの人に惹かれてしまう人たちもいるんですよ。そういう人たちっていうのは、その人についていけば自分の人生良くなるかもしれないとかね、要は誰かに依存したいっていう人たちがすごく多いです。依存的な人たちが多いです。
先日もね、そうなんですよね。ちょっと、友人に頼まれて、セミナーにちょっとね、参加して、で、そのね、講師が本当に大丈夫かどうかを見極めてほしいって、実は言われたことがあって、で、そこに私参加してたんですけども、もうね、開始30分ぐらいで、これもう、ちょっとだいぶやばいなって思ったんですよね。パッと見やっぱりね、非常に綺麗にしてます。髪型なんかもおしゃれだし、綺麗に整えてるしね。でね、一つ気になったのがね、オンラインのセミナーだったんですけども、背景がね、こうね、豪邸に住んでますよっていうことが分かるような工夫がしてあるんです。ちょっとあんまり詳しくは言えないし、実際にそこが豪邸かどうかは分からないんですけども、その背景を見るとね、部屋の数は多いんだねっていうことが分かるようになってるんですよ。それはちょっと詳しく私は言えないんですが、だからこれすごいアピールしてるなと思ったわけです、そこで。でそこから先なんですけども、やっぱりね、常にこうね、私はすごい、私は成功してる、で、私の旦那はこんなんで、この前海外旅行でこんなんで、自分の息子はこんなんでっていう自分語りがものすごく多い。私はこんなにうまくいってるんですっていう状態が多いわけです。で、その中でね、ちょいちょい、あなた方はダメですよねっていうのを挟み込んでくるんですよ。つまり、あなたは投資の勉強してないからダメですよねって。で、本当の情報っていうのはなんか英語で書かれてるってその人言ってて、私はそう思わないんですけども、だから英語の勉強もしなきゃいけないと。で、あなたたち英語の勉強してますか？してないですよねっていうふうにね、こうね、微妙にね、サブリミナル効果みたいにこう相手をディスるというか、相手を落としていく言葉が多くて、それをね、一生懸命聞いてる人たちもたくさんいたんですけど、それを聞いてると、なんか私はダメなんだ、私は勉強不足なんだ、このままでは未来がやばい、お金がやばいっていうふうにどんどん洗脳されていくような言葉をちょいちょい挟み込んでる。で、それに対して、私はこんなにやってきて、私はこんなにうまくいっている。その私の知識をあなたたちに教えてもいいですよっていうスタンスで話が進んでいくので、本当にね、ちょっとね、マインドコントロールされていくような感覚になっちゃうな、これっていうふうに私はそう思いながら聞いてたんですね。で、ぶっちゃけその言ってる内容とか知識っていうのは、こうね、首をかしげてしまうようなこともあったんです。要は、不安をすごく煽って、で、私についてくれば間違いないよ、あなたたちうまくいくよっていうことを要は伝えてるわけで、よくある手法ですよね。だからね、私はちょっとそれはまずいよ、ちょっとまずいんじゃないかなっていうことを伝えたんですが、その人も結構自己愛バリバリだと思います。で、ちょっと気になってね、ちょっとね、検索してみたんですけど、つい最近そういう活動をね、始めていた方みたいなので、多分あと数年もすると、何かね、問題が勃発して、るだろうなっていう感じがしました。とにかく今日もね、3つ例を出したんですけども、自己愛バリバリの人はですね、もうね、静かに遠ざけるしかないです。相手を変えることはできないし、でね、この人と関わらなきゃいけない状況、例えば相手が上司とかね、会社でこの人と付き合わなきゃいけないっていう場合には、非常に残念なんですけども、相手を刺激しないで、相手の、ある意味ね、ちょっと嫌なんですけど、可能な限りイエスマン。相手のことを批判しないで、でね、褒めてくれる人が大好きなんです。自分を承認してくれる人が大好きなので、仕事の内容だけじゃなくても、なんかそのスーツ素敵ですねとか、やってられないかもしれないですよ。でもその対処法としてね、相手を程よく認めて、褒めてあげながら、絶対に近づかないようにするってことが大事です。近づけば近づくほどグイグイ来てやられてしまうので、上手に距離を保ちながら最低限の付き合いをしていく。で、こういう人たちっていうのは、その上の人間に弱いんですよ。ものすごく弱いんです。だから、本当に問題が起きた場合には、この上司とバチバチやるんじゃなくて、この上にいる人に、何とかしてもらうっていう方が、圧倒的に問題解決は早いです。
すごいね、自分よりも上の人間とかにも弱いタイプの人が多いですね。でもちろんその自己愛の問題っていうのは実は幅広くて、そういうようなワンマンとかね、融通が利かないけど仕事ができるみたいな人もいれば、自己愛の問題によって引きこもりの問題を抱えてしまっていたりとかね、こういろんなパターンがあるわけですよ。ただ一つ言えることは、自己愛性パーソナリティ障害の場合は、少なくとも本人が治したいと思わない限りは絶対に治らないです。そして自己愛性パーソナリティ障害だけで、他の精神的な問題を抱えていない人っていうのはなかなか医療につながらないので、まして私たちが何かできることってないんですよ。だから残念なんですけども、距離を置く、どうしても付き合わなきゃいけない場合には距離を保つっていうのがすごく大事なところになってきます。ただその人の中で何が起きているのかというとですね、結局起きていることっていうのは自分のダメなところ、できないところを認めたくないし認められない、等身大の自分というのを受け入れることができない、愛することができない、自分を愛するということが歪んでいる状態です。自分のね、実際の等身大よりも大きく自分を見せようとしてるし、その大きいのが自分だと思っているし、かつもっともっと大きく見られるように相手の承認を常に欲しがるっていうのが自己愛の問題を抱えてる人なのでね、ちょっとそれなんかこの人そういう傾向があるなっていう場合には、先ほど言ったみたいに上手に距離を置いて付き合っていく。で付き合う必要がないのであれば上手にフェードアウトしていくっていうことをお勧めしていますね。世の中にはいろんな問題を抱えた人がいるんですけども、自己愛性パーソナリティ障害、パーソナリティ障害までいかなくても自己愛の問題を抱えている人っていうのはそういう傾向があります。で、大なり小なり自己愛の問題をみんな抱えていることが多いです。ね。ただそういう場合にはですね、この自己愛の問題を解決していく方向として一番大事なことは、自分自身を愛する、自分自身を受け入れる。その自分自身を受け入れるっていうのは、できてる自分とか素敵な自分とかだけじゃなくて、ダメな自分にも OK を出してあげる、ダメな自分を受け入れてあげるってことなんです。できない自分、ダメな自分、もうなんだか何にもやる気なくなっちゃって寝てしまって今日何にもしなかったっていう自分も自分で責めたり自分を罰するんじゃなくて、そんな日もあるよねっていう風に受け入れてあげる。できない時もあるし、できなくてもしょうがないよっていうふうに受け入れてあげる。あるいはその腹黒い自分を責めたりしないで、それも受け入れてあげるってことができてくると、この自己愛の問題、自己愛の偏りみたいなのがだんだんね落ち着いてきます。今日は以上になります。いいねボタン、それからチャンネル登録お待ちしてます。橋本翔太でした。